おはようございます。安部義俊です。今日はだいぶ久しぶりになりますが、万年筆のレビューをしてみようと思います。結構ずいぶん前に買って早々に1回これはレビューをしたんですけど、っていうかレビューの動画を撮ったんですけど、編集のミスでその動画のデータを間違えて消してしまって、そこで一気にテンションが下がってしまって、それ丸々撮り直す気力が湧かなくて今日に至るという感じですけど、万年筆自体は非常に気に入っていて、ワンチャーという、こう書いてワンチャー、僕最初中国のメーカーかと思ってたんですけど、ワンチャー自体は、日本のメーカーでした。なんか豪華な、木の箱に入っていて、これは替えのインクカートリッジで、非常に何て言うかな、このペン自体は僕はこのワンチャーの公式サイトのセールで7350円かな、か何かで手に入れました。世界中伝承黒炭という名前のペンで、このような形になっています。ここの机が斜めになってるので、こういう、はかりとか斜めになっても大丈夫なのかな。まあ大丈夫か。重さ 41.2g です。まあな重量級とまでは言わないですけど、それなりの、重量感はあります。せっかく手元にも定規があったからやっとくか長さここに今ちょっとマイクを挟むためのあれをつけちゃいましたけど、長さほぼぴったり13センチ、ペンキャップを外すとよいしょ、11.5 センチぐらいですかね。重量的にはここが金属なんで、圧倒的にフロントヘビーというのか、重心が下に来るペンになります。多分こういうことをよく文具系の YouTuber の方やられますが、結構前が重いと思ったけど、真ん中よりは前に来ますけど、もっとフロントヘビーかと思ったけど、そうですね、ちょうど今パッと置いたところが、そのまま重心の、でした。だから真ん中よりはちょっと前ぐらいですかね。一番分かりやすい特徴としては、キャップが、マグネット式になっていてパチンといくんですよ。これはなかなか気持ちよくて、程よい力でキャップが外れて、閉めるときはパチッといくという、デザイン的にもちょっと特徴的で、非常に面白い、デザインになっていると思います。個人的にはこれせっかくマグネットでパチッといくんだったら、ちょっとこの辺かなんかにその溝を切っといて、こうパチッといった時にほらこの面がさずれるじゃないですか。これなんかピタッと言ってくれた方が個人的には好みだったりします。ずれたところでいいんですけどね、ずれてる方がちょっと面白みがあったりするのかな。そしてインクを入れます。一回インクを入れてしばらく万年筆熱が収まってカメラばっかいじっていた、時期があって、その間にちょっとインクが固まっていたんで、今ちょうど洗って入れ直すところです。もうインクは迷わずダイヤミンのオータムオークを入れます。このペンにはこれがぴったりっていう自分ではそう思っていて、基本的には僕は、この軸の色にできるだけ近い色のインクを入れるようにしてます。青っぽい軸のペンには青っぽいインクみたいな感じで、黒系のものは黒か灰色かみたいな感じでやってます。だから黒のペンが非常に多いんで、黒は全然違う色を入れちゃうこともありますけど、でこれはほぼ黒なんだけど、ちょっと茶色がかっていて、そのあたりで木軸っていうこともあって、オータムオークっていう、インクを入れますよと。インク入れる前に手が汚れないうちにちょっと説明したいんで、これをちょっと開けた時にですね、コンバーターを外すじゃないですか。コンバーターはどうしたんだっけな、ついてきたんだっけな、自分で買ったんだっけな、忘れちゃいましたけど、ここパーツを外した時にこのなんていうパーツになるんだ、ペン芯を受けてくれる方のこっちの金具っていうか部品ですけど、こいつが真鍮かな、真鍮、匂いを嗅いだら真鍮かどうか分かるような気がしたけど、真鍮っぽい金属の素材で、こいつがかなりしっかり重量感があって、それによってなんていうかな、僕万年筆をいっぱい持つようになったんで、単純に書きやすいかどうかでいうと、そこそこの最近の価格帯の万年筆はおおむね書き味的には滑らかでいいペン先で、ペン先に関して言うと、多くのメーカーが例えばヨーボーとかボック社とかいくつかの万年筆のそのペン先作ってる、ドイツとか中国とかのメーカーのそのペン先を使ってるんですよね。なので書き味的にはちょっと似てきちゃうところもあって、それよりは例えばこいつであればマグネットの
そのパチンっていうその感触であったりとか、ここのペン先の部分にその極端に重たいパーツがゴツッとあることで、こいつはだからそのかなりフロントヘビーで、持った時のその重量のさっきちょっと真ん中ぐらいって言ったけど、それよりも実際に持った時にはここに重量がかかってる感じがすごくするんですよね。あとワンチャーでいうと、ワンチャーは職人さんがいて多分ねペン先自分のところで作ってるんですよ。ちょっとこのワンチャーのペン先について、説明が、間違ってた部分があったので、ちょっとうまく差し挟めるか分かんないですけど、このワンチャーのペン先は僕ちょっと動画の中で自社製って言ってしまったけど、基本的にはこのドイツの養蜂社のペン先を、使っていて、養蜂は非常にその評価の高いペン先のメーカーなんで、品質自体は非常に高いんですけど、それを自社のロゴを入れたり、カラーリングを変えてみたり、あるいは、ペン先をオリジナルの研ぎ方にしてみたりみたいな形で加工しているんで、基本的には養蜂の、シャープ6かな、そうですね、というようなことで、ちょっとオリジナルって言ってしまったけど、非常にオリジナリティの高い、そのペン先を、例えばだからその渓流っていうペン先であれば、その渓流っていう渓流はもしかすると自社のオリジナルなのかもしれないですけど、渓流っていうそのペン先では、ニブシェーパーっていうそのペン先のなんていうかな、その研ぎ職人みたいな、方の、永原さんっていう方の、僕も一本、お願いしたことがあるけど、監修でその渓流っていう2部があったり、その渓流をさらに木立っていう、ちょっと細めの、筆記角度によって大きく書き味の変わる、ペン先にその調整することもできたりとか、そういうことをやっていて、あるいは、ガラスペンなんだけどコンバーターが付けられて、だからガラスペンってペン先を、がガラスでできていて、でそれをインク瓶にこうポチャッとつけて、絵を描く、あるいは文字を書いたりするペン先なんですけど、そうすると、例えば持ち歩いて使うことはできないじゃないですか。だけど万年筆と同じように、こういうふうにコンバーター式になっていて、インクがここに入っていて、適量ずつインクがにじみ出るように、作られていて、でガラスペンのペン先になっている、この部分がガラスペンになっているっていうような、ものを作っていたり、あるいは筆ペンみたいに毛筆、このペン先の部分がこれ金属じゃなくて毛筆になっている、万年筆とかオリジナリティの非常に高い、商品をいっぱい作っていて、なので、非常になんか面白いメーカーであります。なので、ちょっと自社製って言ってしまったけど、ペン先自体はその養蜂っていうそのドイツのメーカーのやつでした。それをオリジナルでいろんな加工をしていたりする、ということです。そんなちょっとした補足でした。はい。これ多分出来合いのものに自社の刻印入れてるんじゃなくて自分で作っていて、で、ワンちゃんのすごいところはちょっと数量が限定すぎて僕買えなかったけど、セミフレックスハード、みたいなちょっと変わった、多分フレックスって筆圧をかけるとその漫画の G ペンみたいにこうぐーっと、ペン先が開いて太い線が引けたりするペン先なんだけど、セミフレックスハードだからややフレックス気味で、さらにペン先はしっかり硬いだから、フレックスのやつはちょっと筆圧かけるとグニューンってしなるんだけど、そのしなりは少なめで、筆圧の調整的にはその太さの調整が結構効くみたいな、その微妙なラインを多分作ってきたんだと思うんですよね。それすごい試したかったんだけど一瞬で売り切れてしまって買いそびれましたけど、あとはここのペン先にはこれは金色ですけど、ここがなんかね、紫とか青とかピンクとか、独自の色でなんか染めてるペン先とかも、売ってたりして、結構紫とかブルーとかちょっと面白いんで今度買ってみようと思いますけど、いいんですよ。なんか色綺麗でだったりして、でペン先も多分自社で作っていて、いろんなところですげえ頑張ってる日本のメーカーでちょっと応援したいですね。ということでした。じゃあちょっとインクを入れます。ここがだから斜めになってるから怖いんだよね。倒しそう。倒しそう。ちょっと待ってよね。普通はペン先普通はコンバーターをこうつけてペン先をこうつけるんだけど、なんか最近僕はペン先がインクでドボッと塗れるのが嫌になっちゃって、コンバーターだけを、つけて、非常に映るかな、とても
とてもいい色です。なんかよいしょ、ダイヤミンやね、その万年筆以外にもガラスペンとか用のインクとかいろいろ作っていて、なんかフランスの会社だっけ、なんかいい色をいっぱい作っているというイメージが非常にあって、ダイヤミンは毎年話がそれるけどインクベントって言って、そのクリスマスまでほら毎日1個ずつちっちゃなプレゼントを開けるカレンダーみたいなクリスマスのギフトあるじゃないですか。でインクベントって言って、何種類だっけ、25種類だっけ、なんかね、その1日1個インク開ける、この大きさのインクが25本いろんな色のやつが入ってるやつを毎年かなやっていて、去年のやつも買って、買ったけど25種類のインクを入れるほどの万年筆のストックがなかったのと、色がいっぱいありすぎて大混乱しちゃって、まだ4つか5つぐらいしか開けてないですけど、まあそんなこともあったりして、ちょいと試し書きをするか。さすがにすぐにはインク通らない。今喋りながらちょっとインクを通す工夫をしておけばよかった。ちょっとちょっとって言ったらいっぱい出ちゃった。ちょっと待って。今インクをちょっと分かりますかね、こうちょっと緩めると、ここをちょっと緩めるとインクがちょっと真似しないでください。だいたい垂れるんで、大急ぎでインク出したいときはちょっと緩めてあげると、多分これでだいぶインクが染みたんじゃないかと。ちょっと出てきた。オータムオーク自体はインクの流量というか、その濃さによって今かなり黄色いじゃないですか。これ黄色いのはちょっと多分今洗ったばっかで本当はちょっと乾かしてから入れないとインクに水が混じっちゃうんだけど、今ちょっとインク水混じったな。ちょっと薄いですね。本来的にはもうちょっとオレンジに近いインクで、でインクの流量で多分薄いとすごく黄色くなって、しっかりとインクが乗るともっと赤っぽいというか茶っぽい色になったはず。書き味的にはそうだな、書き味も本当紙と下に入れてる下敷きとかと、そういうものの相性でだいぶ変わっちゃうんでね、ザラザラの紙に書いたら当然書き味的にはザラザラになるんで、これは割と標準的な、よく裏写りしづらくて万年筆向きって言われるトモエリバーの紙だと思うんですけど、あとはこれは個体差もあるのかもしれないけど、この面とこのペンのその真上がピタッといってほしかった気がちょっとするかな。ちょっとこっちが斜めになるんですよね。クッと締め切ったらいくのかな。いや違うな、やっぱりちょっと斜めですね。この辺りは多分個体差でピタッといくやつといかないやつがあるんでしょうけど、インクのもうちょっと流量があるとだんだん色濃くなってくるじゃないですか。しっかりと色が乗るとこうかなり赤っぽくなって、薄いと黄色くなって、この色の変化も含めて、オータムオークはすごくいいのと、なんかこの金と黒炭のボディからこの色のインクが出てくるっていうのが、何かここから何かが万年筆から何かが溶け出して、紙に乗っていくような感覚があって、だから同系統の色のインクを入れるのが僕は好きなんですよ。ここでね、字を練習して綺麗な字が書けるようになりたいですね。このハッチングしかしないっていう、持ち心地的にはちょっと癖がありますね。要するにこの段々のところとかがすごく指に当たって、そういう意味では滑らないんだけど、普通の持ち方で持った時に独特な位置に指が来るというか必ずしもすごい、いわゆるラミのサファリみたいにラミのサファリみたいにここが三角形になってて、こう握った時にその指のこの親指、人差し指、中指がこの三角形のそれぞれの辺にピタッと収まって、こいつはいわゆるめちゃ持ちやすいんですよ。でそれに比べるとこいつはだいぶ独特な持ち心地ですね。ただ
決して書きづらいとか、なんか指が変なところに当たって痛いとかそういうことはないですけど、だからこいつは本当になんかね個性的な万年筆で、僕自身はだからもうなんかねいろんな万年筆を買ったんで、どっちかっていうとその癖の強いやつが好きなんですよ。でそういう意味では僕はこれはすごく気に入っていて、価格的にもこの作りでこんななんだろうな金属のパーツ、多分真鍮だと思うんだけど、使っていて黒炭の木軸で、こいつはまあセールだったからっていうのもあるけど、これが7000円で買えるっていうのはすごくすごいことで、しかも出来合いのその多分ペン先じゃなくて、このワンチャーの自社製のやつでペン先でということも含めて、すごくおすすめだし、ワンチャー自体がどっちかっていうとどうだろうな、ややお高めのしっかりした作りの高級な万年筆を作ってるメーカーではあるんだけど、中にはだからこれ多分一番そういう意味ではセールだったのもあるけど、これずっと多分定期的にセールやってるモデルで、その1万円切るぐらいで買えて、でその他にもプチコっていう小さいなんかねこんぐらいのもうちっちゃい、万年筆、ちょっとスポイトでもしかするとインク入れなきゃいけないとかちょっと独特かもしれないです。その1本目の万年筆におすすめはしないですけど、2000円ぐらいの、万年筆も作ってたりして、非常に面白いですという、ね、字が汚いんですよ。ワンチャーの世界樹という万年筆でした。であとは何か言うことあったかな。こいつはだからパチンと、マグネットで、キャップが閉まって、で、もちろんかなり強いマグネットなんで、うっかりキャップ外れちゃうみたいなことは今まで使ってて一度もないです。その辺は安心して大丈夫ですけど、僕が普段使っているこんな感じの非常に威圧的な内容物ですけど、自分の使っているその万年筆用の筆箱っていうかペンケースみたいなものに入れていた時に、入れる場所をちょっと考えればいいんだけど、僕はここに入れていて、で待ってさっきのラミーが、今ここに入れることにしていて、もうぎゅうぎゅうですよみたいなことになった時に、ですね、こいつを出そうと思った時にキャップ持って引っ張るとさすがにキャップが外れるんですよ。だからこういうタイプのこのリングで固定するタイプのペン入れに入れる時は、ここの尻尾をちょっと押し出してあげてから取り出すみたいな一手間が必要です。で今思ったんだけど、そういう時はそうだな、一番端に入れた方がいいよね。そしたら、間違いないし、あるいはだからこういうペンケースに入れるもんじゃないような気がして、なんでしょう、なんかちょっといい、一本差しのペンケースとかに入れて持ち歩くのがいいんじゃないかと思います。あるいは一本差しのペンケースに入れる時も油断すると中でぎゅうぎゅうのこのきつめだったりすると中でキャップだけ抜ける可能性ありますね。ちょっと今ここを押しながら、あるいはちょっとこうやって緩めながら、出せば大丈夫ですけど、油断すると抜ける可能性がありますね。その時はもしかしたらこいつは2段になっていて、こっち側に例えばこんな感じで、布のケースに入れてペンをよくしまってたりするんで、こういうとこにこいつはこっちの方が合ってるかもね。でちょっと待って、今のこいつをこっち側に持ってった方がいいかもね。軸も細いし、みたいな感じでした。こいつがでも特徴のある形だから、筆箱が開けた時にすぐに見える位置にちょっと入れたかったりもするんですよね。みたいなどうでもいい話ですけど、という、ワンチャーの、世界樹伝承黒炭という万年筆のレビューでした。これは非常におすすめだし、ワンチャーっていうそのメーカーというかブランド自体も、日本のメーカーで、非常に応援したくなる、メーカーでとてもいいので、公式サイトとかをちょっと見ていただけるといろんなペンをやってたり、時々クラファンとかでね、なんか新しいペンを資金を募っていたりとかいろいろやってるんで、見てみてくださいという、ことでした。はい、ありがとうございました。ではでは。